よし、スムーズに離陸しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はソーラーヘリを作ってみようと思います。太陽電池をうまく搭載していい感じに省エネで飛行してみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはヘリコプターのブレードを太陽電池にして、さらにその電力をスイッチを通してモーターに送れる仕組みを作ります。こんな感じで両軸化したモーターからゴムを挟んで別のベアリングを取り付けます。こうすればブレードから発生した電力が直接モーターに行かないはずです。ここから太陽電池のブレードを作ろうとしましたが、重すぎて垂れ下がってしまいます。こうなるとうまく取り付けられないので、代わりに軽量プラスチックの糸を複数組み合わせたブレードを作った後、その上に4枚の太陽電池を同じ角度をつけて取り付けます。こちらを複製して、軽量プラスチックがついたものを4セット、太陽電池だけのものを4セット、合計8セット取り付けたら、その内側にも太陽電池付きのブレードを取り付けていきます。外側より径が小さいので、取り付ける太陽電池の大きさも小さいですし、数も少ないですが、それなりに発電してくれるはずです。これで取り付け終わったので、発電量を確認してみましょう。空のコンデンサを近づけると、なるほど。なかなかの速度で充電してくれました。そこで、この電力でブレードを回すと、なるほど。この程度の電力では、ゆっくり回すことしかできません。内側のブレードの回転数は 24rpm でした。かなり遅いですね。足りない電力はバッテリーで何とかするとして、ここからさらに私が乗るための操縦席と操作するためのハンドル、トリガースイッチを取り付けます。バッテリーの充電側には太陽電池からの配線を伸ばしているので、勝手に充電されるようになっています。バッテリーを多めに20本取り付けました。この状態でスイッチをオンにすると、少しずつ回転数が上がっていって、ゆっくり浮かんでいます。でも、ある程度高度が上がってくると、勝手にどんどん傾いて墜落してしまいました。そこで、少しでもバランスを良くするために、長い軽量プラスチックを周りにつけてみましたが、さっきと同じように操作不能になって勝手に墜落してしまいます。まだまだバランスが悪いみたいです。しょうがないので、肘の月まで行って、重力が6分の1の空間で重い機体を持ち上げて固定した後、下の方に操縦席とバッテリーをつけることで、パラシュートのように安定するようにしました。これならどうでしょうか。地上に戻って起動してみると、離陸は問題ありませんが、やはりさっきと同じように傾いて墜落してしまいます。多分、外側のブレード部分の径が大きすぎるせいだと思うので、少し径の小さいブレードを以前作った薄型ヘリから借りて、外側のブレードの代わりに取り付けます。もったいないですが、もともと外側にあったブレードと太陽電池はすべて取り外して、外形が小さくなるようにしました。これならどうでしょうか。早速試してみると、なるほど。勢いよくブレードが回って、一気に上昇してくれましたが、それなりの高度になると、やっぱり傾いて墜落してしまいました。もしかしたら、ブレード先端部分の速度が速すぎて、変な挙動になっているのかもしれないので、バッテリーの数を減らして、出力を弱くしてみましょう。20本あったバッテリーから15本取り外して、5本だけにしました。1本は位置を高くして、操縦席から見えるようになっています。ここで試しにコンデンサを使って
太陽電池の発電能力を確認しておきます。太陽電池の数が減ったので、充電速度はかなり遅いですが、ちゃんと目に見えて充電されているのがわかるので、よしとしましょう。早速この状態で乗り込んで、モーターを回していくと、よし、スムーズに離陸しています。バッテリーが減って軽くなったおかげか、これだけ遅い回転数でも問題なく浮かんでくれるみたいです。今までのように勝手に墜落することもなく、しばらく問題なく移行することができていましたが、ある程度高度が上がったところで、墜落してしまいました。高度を上げすぎないように、スイッチを操作した方が良さそうです。カメラの位置を固定して、旋回性能を見てみると、私が中心にいるおかげで、簡単に向きは変えられますが、結局風の向きとブレーの部分の傾きによって進む方向が変わるので、旋回らしい旋回は難しいです。ブレーの部分が重く、回転数が上がるまでに時間がかかるので、加工した後上昇するような操作はかなり苦手ですし、着地もうまくいかないことが多いです。わずかな充電性能と引き換えに、いろいろ犠牲になってますね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。トリガースイッチで電源を入れて、しばらく待つと、回転が上がって離陸します。それからの速度は、ほとんど風任せですが、だいたい秒速6メートルくらいは出るみたいです。そして、スイッチを入れていない間は、バッテリーに充電されていきますが、正直かなり遅いです。でも、それなりには充電されるので、エコな乗り物なのは、間違いないんじゃないでしょうか。それでは最後は、ソーラーヘリに乗って、なるだけ遠くに行ってみましょう。ゆっくり離陸した後、高度が上がりすぎないように、適度にスイッチを操作しながら、風に任せて進んでいきます。充電しながら飛んでいるので、それなりに時間が経ったところで、バッテリー切れしました。そのまま交換していきますが、機体が重く、着地は苦手なので、転んでしまいました。それでは、空の旅は十分楽しめたので、スライムを召喚して、燃やしてしまいましょう。ついでに電力を確認してみると、わずかに充電されていました。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれたソーラーヘリさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは